ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、以前、このチャンネルでも取り上げた絶滅危惧種であるハワイモンクアザラシに巨大な岩を投げつけた観光客の続編の話題についてよ。現在、この事件は彼の信じられないような暴言や弁護士による苦しい言い訳、そして地元住民を巻き込んだ大きな騒動に発展して、またもや世界中で大きな話題を呼んでいるの。今日はハワイのビーチで起きた前代未聞の動物虐待事件の詳細、そして呆れるような犯人の言い訳と彼に待ち受ける重い代償について徹底的に解説していくよ。はぁ、絶滅危惧種のアザラシに巨大な岩を投げつけるとか、マジで頭おかしいっちゃない？どんな神経しとったらそんなひどいことできると？想像しただけで吐き気がするばい。本当に信じられない行動だよね。事件が起きたのは今月5日、ハワイのラハイナのビーチでのことだよ。この愚かな行いをしたのは、シアトル出身のイゴール・リトビンチュク容疑者、38歳の男なの。彼がハワイの人々からラニという名前で愛情を込めて呼ばれているハワイモンクアザラシに対してココナッツほどの大きさの石を投げつける様子がたまたまその場にいた目撃者によって撮影されていたの。ココナッツほどの大きさの石って、それもう立派な凶器やんね。しかも、ラニって名前までついて、地元の人から愛されとるアザラシに、そんなでかい石をぶつけるとか、人間のクズにも程があるばい。38歳にもなって、動物いじめて喜んどるなんて、脳みそが小学生から成長しとらんじゃない？葵の言う通り、本当に許されない行為だよ。しかも、この事件がさらに悪化してしまったのは、彼が石を投げた理由を尋ねられた時の態度なの。暴行の様子を撮影していた女性から声をかけられた時、彼は、なんと、どうでもいいと言い放ったんだよ。どうでもいいやと？自分のやったことの重大さが全くわかっとらんやん。そんな奴がハワイに観光に来る資格なんて1ミリも半ばい。それだけじゃないの。彼は、さらに続けて罰金を課せられても構わない。俺は金持ちだとまで言い放ったんだよ。はぁ？俺は金持ちだ？なんそれ、金があれば何しても許されると思っとると？金持ちアピールとかクソダサいし、性格の悪さが顔面から滲み出とるに違いないばい。金で命や自然を買い叩けると思っとる傲慢な態度はマジで虫唾が走るけん。このあまりにも無神経で権利意識の強い発言は SNS を通じて瞬く間に拡散されたの。そして当然のことながらこの発言と残虐な行為は地元住民の怒りを爆発させることになったんだよ。激怒した地元住民たちは、なんと、彼を自らの手で探し出したの。そして、少なくとも、一人の男が、この事件をめぐって、彼を殴打したそうだよ。おう、地元住民、グッジョブバイ。普段は暴力は反対やけど、今回ばかりは、よくやった、で拍手を送りたくなるちゃんね。愛するラニを傷つけられて、しかも金持ちアピールで煽られたら、そりゃ、ブチギレて当然体。殴られたくらいで済んでラッキーやったね、このクソ男は。葵、気持ちはわかるけど、暴力はやっぱり良くないよ。でも、地元の人々がどれほどハワイモンクアザラシを大切にしているか、そして彼の言葉がどれだけ人々の心を深く傷つけたかがわかる出来事だよね。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。よろしく頼むばい。チャンネル登録とグッドボタン、高評価をしてくれんと、葵が夢の中で博多弁で説教しに行くけんね。葵の説教は怖いからね。さて、話を戻すよ。その後、彼は連邦政府から起訴されることになったの。でもね、ここで彼の弁護士であるマイルズ・ブライナー氏が記者団に対して驚くべき主張を展開し始めたんだよ。ほう？どんな苦しい言い訳ばしてくると？どうせ、魔が差したとか、石を投げたのは自分じゃない、双子の弟だとか、しょうもない嘘つくんやろ？なんと、弁護士は、彼は、実際には、無力な2匹のウミガメを救おうとして、良いことをしていたのだと、主張しているの。地元では、ウミガメのことを、ホヌと呼ぶんだけど、弁護士によれば、彼は、ホヌを守ろうとして、アザラシを追い払っただけだと言うんだよ。は？ウミガメを救うため？なんでウミガメが出てくると？取ってつけたような嘘すぎるやろ。そもそも、アザラシからウミガメを守るために、ココナッツ大の石をぶつけるって、どんな理屈なん？マイルズ・ブライナー弁護士は、KHON テレビニュースの取材に対して、国民の皆様に明確にお伝えしたいのは、彼は、モンクアザラシを傷つけるつもりは、全くなかったということです。彼は、そこにいたホヌから、アザラシを追い払いたかっただけなのですと、語っているの。
さらに、どうやら大きな亀が2匹いて、そのうち1匹は、すでにアザラシに岩から突き落とされていたようです。アシカは非常に攻撃的ですとまで説明しているんだよ。いやいやいや、アシカって言い間違えとるし。アザラシの話やろがい。弁護士のくせに動物の区別もついとらんとか、ポンコツすぎん？それに、アザラシが亀を岩から突き落としたて、そんな漫画みたいな展開あるわけなかろうもん。100歩譲って亀がおったとしても、石を投げていい理由にはならんばい。完全に後付けの言い訳やんね。葵の鋭い指摘の通りだよ。アザラシとアシカを間違えているあたり、弁護士の説明にも不自然さを感じるよね。それに、いくら他の動物を助けるためとはいえ、絶滅危惧種に対して石を投げるという行為が正当化されるわけではないの。そして、弁護士は彼のあの暴言についても無理のあるフォローをしているんだよ。俺は金持ちだってやつ？あれをどうやってフォローすると？実は大富豪ゲームの話をしてましたとか？弁護士は、彼は自分が間違った判断をしたと認識していると前置きしつつも、依頼人、容疑者の発言とされる、あの軽率な発言は事実とは異なると主張しているの。弁護士によると、私には、それを買う余裕があるというのが、彼の本当の主張だったと語っているんだよ。私には、それを買う余裕がある？はぁ？余計に腹立つやん。要するに、罰金払う金くらい余裕であるけん、痛くも痒くもなかてことやろ。言い回し変えただけで中身のクズっぷりは全く変わっとらんやんか。むしろ弁護士が火に油注いどるばい。そうだよね。表現を変えたところで彼の反省していない態度やお金で大事を解決できると考える傲慢な姿勢は浮き彫りになっているの。現在、イゴール・リトビンチュク容疑者は絶滅危惧動物を妨害または嫌がらせしたとして連邦法違反の罪に問われているんだよ。当然対。連邦法違反って響きがかっこいいやん。で、どれくらいの罰になるん？まさか、罰金ちょろっと払って終わりとか、そんなふざけた結果にはならんよね。彼には、最高で、懲役1年、そして5万ドル、日本円にして、約750万円以上の罰金刑に処される可能性があるの。絶滅危惧種を守るための法律は非常に厳しいから、彼の罰金を課せられても構わないという発言が、いかに浅はかだったかがわかるよね。懲役1年。いいね。刑務所の中で、ゆっくり自分が投げた石の重さを反省すればよかたい。5万ドルの罰金も、自称金持ちのおっさんからしたら、余裕で買えるかもしらんけど、前科がついて刑務所行きになるのは、金じゃ解決で金倍。ざまあみろって感じやね。さて、この一連の騒動について、ネットユーザーからも、たくさんの反応が寄せられているの。ネットのみんなのぶった切りコメント、楽しみばい。まず、アザラシから亀を救うために、石を投げただって？そんな言い訳が通用すると思っているのか。弁護士も、よく、こんな恥ずかしい嘘をつけるな、という、弁護士の言い訳に対する呆れの声が多いの。みんな同じこと思っとるね。あの言い訳は、幼稚園児でも信心ばい。それから、金持ちだから、罰金は痛くないって？なら、最高の懲役刑を課して、刑務所で過ごさせてやれ。彼には、自由を奪われるのが一番の罰だという、彼の傲慢な態度に対する怒りの声も、とても目立っているんだよ。大賛成。金持ちアピールする奴には、金じゃ買えん、時間と自由を奪うのが一番効くっちゃんね。他にも、地元の人たちが彼を見つけて殴ったのは褒められないけど、彼らの気持ちは痛いほどわかる。ラニは彼らの宝物なんだと、地元住民の行動に一定の理解を示す声もあるの。そして、野生動物、しかも、絶滅危惧種に近づいて危害を加えるなんて、観光客として最低のモラルだ。二度とハワイに来ないでほしいといった厳しい意見もたくさん上がっているんだよ。ほんとそれ。ハワイの美しい自然と動物をリスペクトできん奴は家から一歩も出んでほしいばい。こういう奴がおるけん、普通の観光客まで白い目で見られるようになるとよね。迷惑極まりないっちゃ。今回の事件は野生動物との接し方や観光地でのマナー、そして人間の傲慢さが引き起こす結果について私たちに深く考えさせるものになっているの。彼の言い訳やお金で解決できるという考え方は社会から決して受け入れられないということがこの事件を通してよくわかったよね。ほんとやね。ウミガメを助けたとかいう見えすいた嘘も金持ちアピールも全部自分に返ってきて懲役刑の危機やもんね。自業自得とはまさにこの言葉い。ということで今日はハワイモンクアザラシに石を投げた観光客の呆れた行動とその後彼に待ち受ける重い代償という話題について見てきたけどみんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし
この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。